これは経費になりますか？インフルエンサーの衣装。なります。正解。会社員のスーツ。なります。不正解。キャバクラ代。なります。正解。ソープ代。なります。不正解。フェラーリ。なりません。不正解。駐車違反のレッカー代。なりません。不正解。駐車違反の反則金。なります。不正解。託児所代。なります。不正解。お中元。なります。正解。お中元を買いに行く交通費。なります。不正解。辺野古反基地団体が払う損害賠償金。なりません。不正解。皆さんは全問正解でしたよね。いや、正直に言ってください。何問かってなりましたよね。実はこのクイズ、税理士でも間違えることがあります。今日はその理由を全部解説していきます。最後まで見ると、あなたの経費の常識が180度変わります。ぜひ最後まで一緒に見てください。もし勉強になったと思ったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。税金の話をできるだけわかりやすくお届けしています。第1問。インフルエンサーの衣装、経費になる理由。まず第1問。インフルエンサーの衣装です。これはなります。正解でした。経費になるかどうかの判断基準は、プライベートでも使えるかどうかが鍵になります。インフルエンサーが撮影用に購入するコスプレ衣装や、キャラクター衣装のような特殊なものは、日常生活では着ません。だから事業専用とみなされて経費になるんです。ただし、おしゃれな服を買いました。仕事でも着ますはアウトです。普段でも着られるような服は、プライベートと区別できないので、経費として認められにくいんです。第2問。会社員のスーツ、経費にならない理由。ここが多くの人がとなるポイントです。スーツは仕事でしか着ないのに、なぜ経費にならないのと思いますよね。実は、昭和49年に京都で裁判があったんです。スーツは業務でのみ着用していると主張した人が、経費として計上しようとしたんですが、裁判所は認めませんでした。理由は3つ。冠婚葬祭などプライベートでも着られる。個人の趣味嗜好が入る。耐用年数に個人差がある。この3点です。半世紀以上前の判決が、今でも税務の根拠になっているんです。ただ、会社員には特定支出控除という制度もあります。スーツ代を含む特定の支出の合計が、給与所得控除の2分の1を超えた場合、確定申告で控除できます。ただし、これを使えるサラリーマンはほとんどいないのが現実です。第3問。キャバクラ代、経費になる理由。キャバクラ代が経費になる。という話は本当です。正確には接待交際費として計上できます。条件は取引先との接待目的であることです。お客さんと一緒に行って、仕事の話をした、という記録があれば、経費として認められる可能性が高いんです。2014年に法人税法の交際費課税が改正されて、それまで厳しかった規制が緩んだことも大きいです。ちなみに、中小企業なら年間800万円まで交際費として認められています。ところが、ここに面白い意見があります。元青汁王子こと実業家の三崎裕太さんが2026年4月、SNS でこう発言して大きな話題になりました。そもそもキャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき。夜の店なんか行かなくても、昼間の会議室で決まるでしょう。そして、さらに確信をついたのがこの発言です。キャバクラ代は経費で落とせるのに、女性が働くために必須な託児代やベビーシッター代は経費にできない。この税制はどう考えてもおかしい。これは多くの人が共感した意見で、経費のルールに矛盾があることを鋭くついていますよね。税制のあり方として、これは今後も議論になりそうなテーマです。第4問。ソープ代。経費にならない理由でも実際に経費計上した業者がいた。ソープ代はなりません。理由はシンプルで、性風俗サービスの利用は、公序良俗に反するとみなされるためです。どんなに接待目的といっても、風俗営業等に分類される性的サービスへの支出は、税務上、損金として認められません。キャバクラとの違いはここです。キャバクラは飲食店として営業許可を取っているのに対して、性的サービスを提供する店は業種そのものが異なります。ところが、ここで非常に生々しいリアルな事例があります。2025年から2026年にかけて大きな話題になった、日本化粧品協会による東大医学部教授へのソープランド接待事件です。日本化粧品協会という一般社団法人が CBD 化粧品の研究成果をお墨付きにしてもらうために東大の皮膚科学教授と共同研究の契約を結んだ。その際、
教授らから接待しないと研究は続けられないという形で、毎月2回のペースで高級飲食店とソープランドへの接待を求められ、1年半で約2000万円を使わされた、という事件です。接待費用は協会の経費からひねり出されていたと代表理事本人が話しています。ここで税理士として指摘したいのは、協会の経費処理の問題です。ソープランド代は先ほど説明した通り、どんな名目をつけても接待交際費として損金算入はできません。では、この2000万円はどう処理されていたのか。もし接待交際費として帳簿に載せていたとしたら、それ自体が税務上の問題になります。そして実は、この事件にはもう一つ怪しい点があります。協会は東大に払うべき研究費が約2億円あったにもかかわらず、実際に払ったのはたった100万円だったとされています。約2億円の研究費を払わずに、2000万円の接待だけは続けていた。東大側もそれを2年間気づかなかった。という構図が浮かび上がってきます。つまり、協会側の被害者としての主張も、鵜呑みにはできない部分があるということです。そもそも2億円の研究費支払い義務を履行しないまま、接待だけは続けていたという点は、協会側にも相当な問題があると言わざるを得ません。この事件は現在も刑事手続きが進行中ですが、税務の観点でも今後注目されるケースになると思います。第5問。フェラーリ。条件付きで経費になる1995年の国税不服審判所の採決。クイズではなりませんと答えた人が多かったと思います。ところが、実はこれも条件次第で経費になるんです。1995年10月12日に国税不服審判所が出した採決が根拠です。ある会社の代表者が会社名義でフェラーリを購入した。税務署はこれを代表者の個人的趣味による個人資産だとして、法人の資産と認めず、経費を否認したんです。ところが、審判所は税務署の処分を取り消しました。決め手は2つです。1つ目、その代表者は、フェラーリとは別に外国製の高級車を3台、個人名義で所有していた。この3台は会社の資産とも経費とも一切していなかった。つまりプライベートで乗る車は個人で持っている。フェラーリは仕事用だという区別が客観的に示せたんです。2つ目、車検の記録や旅費生産の記録から、実際にフェラーリを業務に使っていた実態が確認できた。審判所はこう判断しました。趣味性が高い車種であることを理由に損金性を否認することはできない。2ドアスポーツカーであっても事業のように供している実態があれば認められる。この採決が出てから、2ドアのスポーツカーは車用車として認められない。という昔ながらの常識は覆されました。ただし、何でも OK になったわけではありません。重要なのは実態と区別です。走行記録、訪問先、業務日報、会社名義の駐車場契約、これらが揃って初めて経費として主張できます。逆に言えば、プライベート用の車を別に持っておらず、フェラーリだけを乗り回しているような状況では、今でも否認リスクが非常に高いままです。第6問。駐車違反のレッカー代、経費になる理由。ここは驚いた方が多いのではないでしょうか。駐車違反をしたのに、レッカー代は経費になる。なぜか、レッカー代は違反に対する罰ではなく、車を移動させるための作業料金だからです。罰則的な性格のものは経費 NG。サービスに対する対価は経費 OK。という考え方なんです。これは税法の条文の解釈から来ていて、罰金反則金は損金不算入と明確に定められていますが、レッカー代はそのどちらでもないためです。第7問。駐車違反の反則金、経費にならない理由。一方で反則金はアウトです。レッカー代は OK で反則金は NG という。このセットの違いがポイントです。税法上、罰金や反則金は損金不算入とはっきり定められています。なぜなら、罰金や反則金を経費にできてしまうと、違反しても税金が減るから得という状況が生まれてしまうからです。国が違反を助長する制度は作らないという立場を取っているわけです。仕事中に起きた違反でも。です。これは多くの人が勘違いしている落とし穴なので、ぜひ覚えておいてください。第8問。託児所代、経費にならない理由。これが先ほどの美咲さんの発言にもつながる問題です。子供を預けて仕事に行くためのお金。これが経費にならないのはなぜか。税法上、家事関連費という考え方があります。家事関連費とは、生活と事業の両方に関わる支出のことで、基本的には経費として認められません。子供の世話は生活の領域とみなされるため、仕事のために必要であっても個人的な家事費として扱われてしまうのです。先ほどの美咲さんの言葉を借りれば、夜の街でシャンパンを開ける金は経費になり、
必死に子育てしながら働く女性の支出は認められない。という矛盾がここにあります。なお、会社員の場合は2017年から特定支出控除の対象に、ベビーシッター費用が一部追加されましたが、要件が厳しく、活用しにくいのが現状です。第9問。お中元。経費になる理由。お中元は経費になります。取引先への贈り物は交際費として経費に計上できます。ポイントは誰に送ったかの記録をしっかり残すことです。取引先の会社名、担当者名、送った目的を領収書の裏にメモしておくだけで、税務調査でもスムーズに説明できます。第10問。お中元を買いに行く交通費、経費にならない理由。これが、となりやすい問題です。お中元は経費になるのに、買いに行く交通費はならないのを。結論としては、お中元を購入しに行くこと自体は業務の遂行に、直接必要な行為ではないという判断になりやすいです。ただし、これは考え方が分かれる部分でもあります。実務では一緒に経費にする税理士もいるというのが正直なところで、税務調査では指摘されるリスクがある。ということだけ、覚えておいてください。第11問。辺野古反基地団体が払う損害賠償金、実は経費になる。ここが今日一番の落とし穴です。クイズではなりませんと答えた方が多かったと思いますが、実はこれ、経費になる可能性が高いんです。なぜか、損害賠償金というのは、事業活動の結果として発生した支出です。団体が活動を行い、その活動によって生じた法的責任を果たすための支出は、税法上必要経費として認められる余地があります。政治的な活動だから、社会的に批判されているからといって、税務上丸ごと否定されるわけではないんです。逆に言えば、損害賠償金を経費にできないとすると、企業が取引先に迷惑をかけて払う賠償金も、経費にならないことになってしまう。それはおかしいですよね。自分が正しいと思わない活動への支出も、事業として行われた活動に伴う支出なら経費になり得る。これが税法の考え方です。好き嫌いと税務の判断は別の話なんです。まとめ。今日学んだことを3つに絞ってまとめます。1つ目。仕事で使った経費ではありません。プライベートと明確に区別できるかが判断基準です。インフルエンサーの特殊衣装は、会社員のスーツはかける。フェラーリも記録と区別があれば、この違いはここにあります。2つ目。罰金反則金は絶対に経費になりません。でも、同じ違反でもレッカー代は経費になります。罰則的な性格か、サービスの対価かで判断が変わります。3つ目。経費のルールには、まだ時代に合っていない部分があります。キャバクラ代は OK で、託児所代は NG という現実は、多くの人が疑問を感じているところです。そして今日の辺野古の問題のように、道徳的な印象と税法上の扱いは別物です。知識を持っていれば、損をしません。疑問を持ち続けることも大事です。今日の動画はここまでです。これは経費になるのを、と思ったら、まずプライベートと区別できるかを考えてみてください。迷った時はコメントで質問してもらえればお答えします。チャンネル登録と通知ボタンをオンにしておくと見逃しません。それではまた次の動画でお会いしましょう。